皆さんこんばんは、さちです。今回はこちらの3色を使ってお仕事やお呼ばれにもおすすめなきれいめフレンチネイルをやっていきます。肌なじみが良く手元をとっても綺麗に見せてくれるデザインです。ぜひ最後まで見ていってください。それではやっていきます。スタート。ベースコートはロム&のハードナー01番を使いました。まずはキャンメイクの N17 番を使います。N17 番を親指、中指、薬指に塗っていきます。ほんのり透け感のある肌なじみベージュ。こんなに使いやすいベージュなのに今年の秋に廃盤になってしまいました。キャンメイク唯一のベージュだったのに残念。ベージュ系のポリッシュであれば代用可能なのでお手持ちのベージュを使ってくださいね。人差し指と小指にはネイルホリックの RD421 番を塗ります。透け感のある綺麗なローズカラー。キャンメイクの廃盤になった N70 番と似たようなカラーですが、リニューアル前からある商品なので、ハケが以前の細いタイプになります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。そのまま RD421 番を使います。RD421 番を親指の爪先に斜めに重ねます。2度塗りするので1度目はムラを気にせずにできるだけ薄く塗ってください。塗る範囲のガイドを作る感じです。中指と薬指も同じように爪先に重ねます。ハケの先端がラウンドタイプだと根元のライン取りがしやすいですが、こんな感じで部分的に重ねたりチェック柄の時などは細めの平筆の方が使いやすいです。人差し指と小指は2度塗り目を塗ります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。RD421 番をもう一度爪先に重ねます。1度目に塗ったガイドからはみ出さないようにしてムラを隠すように少したっぷりめに塗ってください。中指と薬指も2度塗りしていきます。境目をまっすぐ塗るのが難しい場合はマスキングテープやラインテープを貼ってから塗るといいですよ。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。チフレの006番を使います。006番で爪先のカラーとクロスするようにラインを描いていきます。ラインが中心で交わるように真ん中から位置を決めて描くとバランスを取りやすいと思います。爪先に塗ったカラーのラインとできるだけ同じ高さになるように軌道を調整しながら少しずつ描いてください。大粒のラメだから軌道修正がしやすく、アートが初めての方でも扱いやすいカラーだと思います。中指と薬指も同じようにラインを描いていきます。最初は薄く塗っておいて、ある程度位置が決まってから濃くしていくと失敗しにくいです。ラメのラインをもう少し控えめにしたいって方は、ネイルホリックの細筆ゴールドの方がおすすめです。ネイルホリックのラメは細かくてギラギラ感が抑えられるので、お好みで選んでみてください。ただ、ラインが曲がった時の軌道修正は、大粒ラメのチフレの方がごまかしやすいです。人差し指と小指は爪先に細く重ねていきます。
サブはワンカラーでも十分可愛いんだけど、爪先にちょっとラメを足すだけで華やかになるし、全体に統一感が出ます。ラメを重ねたら3分くらい乾かします。パールをつけていきます。左下の一番小さいサイズを使います。蓋が少し固めなので開けるときはピンセットを使った方がいいです。糊代わりにトップコートを使います。ラインの上にトップコートを塗ってストーンキャッチャーを使ってパールをつけていきます。小さめのパーツはピンセットでつかみにくいので、先端にペタッとくっつくこちらのアイテムはあるとすごく便利です。100均でも売ってるのでぜひチェックしてみてください。乾燥時間は取らなくて大丈夫です。仕上げにトップコートを塗ります。パールをつけたところはネイリストの後にいつものセシェビートを重ねます。ネイリストが乾いてからセシェを重ねてください。パールのところはたまりができないように気をつけながら塗ります。たまりができてしまうと気泡が発生しやすいです。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。ネイリストを塗って30分後くらいか翌日にセシェを重ねてください。セシェを重ねるとジェルのようにぷっくりツヤっと仕上がります。きれいめフレンチネイルの完成です。シンプルだけどおしゃれ見えなデザインですよね。肌なじみが良くてお仕事にもぴったりだと思います。使用したものをまとめます。右手はこんな感じです。利き手にフレンチが難しい場合はデザインの本数を減らしても可愛いですよ。根元の馴染みがいいから指先がスラッと綺麗に見えます。パールなしでも可愛いし、キラキラストーンやスタッツに変えても OK です。パールとスタッツを交互に置いても可愛いと思います。パーツはお好みのものを使ってくださいね。次回は視聴者様からのリクエストで私がよくやるデザインの配置パターンをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。今回はここまで。バイバーイ。